こんにちは。螺旋12層を関と国星の編成で攻略します。1魔前半の敵は大霊。元素エネルギーを吸われる前に全員の爆発を使います。凍結させることでエネルギーの吸収までに猶予ができ爆発を使い切ることができます。さて使用しているのは関羽の凍結編成。耐性でバフとバフを持って攻撃するだけの編成です。2体を倒したところで、先ほどと同様のスキル回しをしていきます。神格のスキルは1ローテに2回、時間を空けて使うようにしています。できるだけ2体を同時に倒すように心がけます。大霊を倒したところで出てくるのは敬礼者。曰く、薄闇状態では 130% の耐性があるそうです。関羽、神格、エスコフィエにより耐性を 45% まで下げることで無理やり削ります。雷元素を付着させゲージを貯めることで耐性を下げることも可能ですが、このように耐性でバフを積むことも検討すると良いと思います。ここからは爆発を温存し銃撃で仕留めます。後半は国星の激化編成です。私の環境において今一番熱い女、モナを採用しています。魔宮剣気が立ち上がるまでにナヒーダの爆発を使います。魔宮剣気が遅延行動を始めたらモナ爆発を使い、少し距離を置きます。魔宮剣気が次の行動を取るときにちょうどいい距離にいるとワープを行わないそうですね。魔宮剣気を倒すと出てくるのはマットウォーリアー。以前国星で4体のマットウォーリアーと戦った時は苦しかったですが、今回は1体だけで助かりました。マットウォーリアーの攻撃は激しく、耐久手段に乏しいので銃撃などでひるませることが大事ですね。2個などのシールドキャラを入れると楽に攻略できると思います。岩元素のキャラ、アルベドなども結晶シールドを作れて便利ですね。モナは新生物の実装によってダメージバフを 100% 配れるようになり、魔導の枠でもあるため重宝しています。バフをかけ、残りの HP を一気に削ります。2魔の最初の敵は遺跡ドレイク。彼らが交代しないことをお祈りしてローテを始めます。2体がひっつくと関羽の爆発がよく当たっていいですね。前座を処理したら出てくるのは超最英豪ドレイク。出現後ふよふよと起き上がって厄介な敵ですが、関羽であれば撃ち落とせます。銃撃をためずにコアを射抜きます。落としたらいつも通りにローテを始め、ローテ内で倒してしまいましょう。凍結編成はいつぞやの容姿にも強く便利な編成と感じています。要求される火力水準にもよりますが、ベスコ振りを使わないで、モナプルーネのような水風で組むのも好みです。後半はマッシュラクトルから、雷攻撃や激化反応によってゲージを貯めてダウンさせることができます。時間が足りないときはラプトル君がダウン前の暴走状態で遅延を行わない場合を厳選すると良いですね。ここからは真っ白な2体ずつ、計6体出現します。雷攻撃を当てると気性が荒くなり、こちらを突き飛ばしてきますが、元素爆発の無敵などを用いて対処しましょう。アタッカーが持つ中断耐性は悪い分ね。後期キャラはスキルがなくても付着できて偉いですね。
13マ前半の敵は遊興にも出てきたコマンダーのみです。粒子を回収しつつ、コマンダーくんが出す古希の方向へ向かいましょう。レスコフィエのスキルで内側の古希、関羽樹撃で外側の古希を狙うことで意外に古希を倒すことが可能です。右側を処理したら左側も同様に狙っていきましょう。古希が出ている間は非常に耐性が高く、この編成をもってしても攻撃が通りませんが、古希さえ倒してしまえば問題なし。フリーナのバフが残っているうちに攻撃して前半はおしまいですね。後半はナタの人とキルパンアイドル。せっかくなのでナヒーダの爆発から貫突効果でナタの人を倒してしまいましょう。モナはキルパンアイドルのギミック対応にも使えますね。ちゃんとしたコンボはわからないですが、通常スキル、そしてダッシュでも水をつけることができて便利です。魔導の強化、そして生物の実装によって今非常に熱いキャラですが、この編成のローテをうまく組めていないので誰か考えてほしいです。キルパンは久しぶりに見ましたね。ここ1年くらいは月反応、特に月関連の接待が多く見られましたが、こやつが出てきたのはいつ以来でしょうか。遊興？これにて螺旋12層星9クリア達成です。ここからは装備等の紹介です。ご視聴ありがとうございました。